前回、僕たちはバリ島に着いた瞬間、人生後半はここで暮らすのもありかも、と本気で思いました。特に僕は空港を出た瞬間からかなりテンションが上がって、バリの雰囲気、建物、ジャングルの景色にかなり惹かれていました。でも、ウブドで数日過ごしてみて、その気持ちはだんだん変わっていきました。正直に言うと、ウブドは好きです。でも、僕たち夫婦はここには長く住めないなと思いました。暑い、湿気が多い、食事が合わない、思った以上に渋滞と排気ガスがひどい。さらに今回、一泊1500円くらいの安宿にも泊まってみて、かなり大事なことに気づきました。今回は、あれだけ期待していたバリ島ウブドを、なぜ僕たちが良い場所だけど住むのは違うと感じたのか、夫婦の本音を話します。こんにちは、ノージョブ夫婦のケンです。ちゃんです。私たちは40代で会社を辞めてタイのチェンマイに移住した無職夫婦です。今は夫婦で海外を旅しながら心穏やかに暮らせる場所を探しています。今回のバリ島もただの旅行ではなく、ここで暮らせるのかという目線で見ています。前回の動画でも話した通り、バリ島に着いた直後の印象はかなり良かったです。そうだね。チェンマイともベトナムとも違う空気感、バリらしい建物、緑の多さ、南国っぽい雰囲気。正直僕はね、かなり期待していました。その中でもウブドは海沿いのリゾートとは違って緑が多くて、田んぼがあって、バリの文化も感じられる。人生後半をゆっくり過ごす場所としてかなり良さそうに見えたんです。正直、最初にウブドに来た時、僕のテンションはマックスでした。理想を勝手に想像して、あ、これは人生後半ありかもって思ったんですよね。雰囲気はね、すごくいいよね。だけど私は最初からね、ちょっと湿気と暑さは気になったかな。僕は景色でテンション上がってたんだけど、チャンさんは最初からかなり現実を見てました。この差が後で結構大きくなってきます。まずね、先に言うと、ウブドの景色と雰囲気は本当に最高でした。ライステラスの緑、ここはただの田んぼっていうより絶景として完成されている感じがあります。お寺の雰囲気、これはバリ独特の世界観があります。こういう場所に来ると、ここでのんびり暮らすのも良いかもって一瞬思っちゃいますよね。観光として来るなら、ウブドはかなり満足度が高い場所だと思います。ただ、住む場所として見ると、景色だけでは決められません。そうだね。今回は数日暮らしてみて、第一印象だけではわからない部分が見えてきました。ここから少しずつ理想だけでは見えなかった現実が出てきます。まずきつかったのが湿気と暑さです。これはきつかったね。ねえ。東南アジアなので、暑いのはもちろん承知の上でした。でも、ウブドはただ暑いだけじゃなくて、湿気がすごかったんですよ。体にまとわりつく感じがありました。少し歩くだけで汗が出る。外に出るだけで体力を持っていかれる。最初は景色の良さでテンションが上がっていた僕も、だんだんこう思うようになりました。あれ？これ毎日だと結構しんどいかも。景色はね、めちゃくちゃいいんですけど、この暑さと湿気の中で毎日生活するって考えると、結構体力持っていかれますよね。ねえ。観光ならね、いいんですよ。数日だったら、いや今日も蒸し暑いねで終わるから。そうだね。でも生活となると、外に出る気力が削られるよね。確かにね。ねえ、私はもう結構早い段階で、これ毎日はもうしんどいなって思った。私はね、暑いとね、もう外に出るのすら面倒になるから。しかもうちのチャンさんは
とにかく暑さに弱いんですよ。そうなんです。なのに僕たちはタイ、ベトナム、バリってずーっと東南アジアばっかりに来てるんだよね。そうね。冷静に考えるとさ、僕が結構無茶させてるかもしれません。本当だよ。でもこれ冗談抜きで大切ですね。自分が好きな場所だけじゃなくて、相手の体質とか快適さとかも考えないと、夫婦で心穏やかに暮らすのは難しいと思いました。海外移住って家賃や物価に目が行きがちです。でも毎日外に出る気になれるか、夫婦で機嫌よく過ごせるのか、そこもかなり大事でした。この時点ではまだまあ暑いけど慣れればいいかなと思ってました。でも次の問題でチャンさんの表情がかなり曇りました。次に大きかったのが食事です。これは完全に好みの問題なんだけど、ウブドのご飯が合わない。インドネシア料理が悪いという話ではありません。実際ジャカルタで食べたインドネシア料理はかなり美味しかったです。何が違うんだろうね。ねえ、なんかバリ風独特の味付けとかあんのかな。あるよ。癖がある。ああ、やっぱそうか。ウブドではうん。同じナシゴレンでも甘かったり、味付けにね独特の癖を感じたりして、うん。僕たち夫婦には少し合わなかったね。そうね。特にチャンさんはかなり厳しそうでした。チャンさん、ウブドの食事どう？私はね、ちょっと毎日は厳しいかもしれない。なんか味が合わないっていうか、ちょっと癖がある気がするんだよね。はい。あと、とにかくね、辛い。チャンさん辛いの苦手だからそう、な。梨チャンプルもなんか辛いおかずしかなくて、なかなかね、ちょっと食べるもんに困っちゃったな。僕はね、最初はうん。探せば美味しい店もっとあるでしょうんうん。とかね、はい。慣れればいけるでしょっていう感じで思ってたんですよね。まあ私もそれはね、ちょっと思ってた。でもチャンさんの意見を聞いてたうん。ら、だんだうん。んその気持ちも分かってきた。旅行で来て、数日だったら全然食べれるんだけど、住むとなったら、毎日だからね、ご飯。まあそうなんですよね。ま僕一人なら慣れればいけるかもしれない。あ私もね、自炊を取り入れればいけるかもしれない。でも、ウブドで外食でご飯っていうのは、毎日はきついな。まあ確かにそうだよね。も僕でもさ、辛くて食べれないものとかあるもんね。うケンちゃんが辛くて食べれないんだったら、もう私は食べれません。確かに。うん。贅沢な話かもしれないけど、住むとなると気候と食事は本当に大切だと思うね。景色がどれだけ綺麗でも気候とご飯が合わないと長く暮らすのは難しい。難しい。この辺りからウブドに住むのは厳しいかもという気持ちが強くなってきました。でもウブドの難しさは食事だけではありませんでした。食事が合わない時点でチャンさんの中ではかなり厳しそうでした。でも僕にとってはこの後見えてきたあるギャップがかなり大きかったです。僕にとって想定外だったのが渋滞と排気ガスです。正直ウブドで渋滞や空気の悪さを感じるなんて来る前は全く思っていませんでした。まあ実際ね、バリ島は渋滞がひどいとは聞いてたんだけど、想像以上だったね。そうだったね。僕の中ではウブドはもっと静かで緑が多くて空気がきれいでのんびり歩ける場所というイメージでした。でも実際に中心部は車もバイクも多い、道も狭い、歩道も全然歩きやすくない。ここは僕のイメージとは違いました。まあ勝手なイメージなんだけどな。はい。僕たちは毎回めちゃくちゃ下調べして来てるってわけじゃないじゃん。だから現地に来て初めて、あ、こういう感じなんだって気づくことも多いんです。そうね。今回のウブドもまさにそうでした。あと僕は過去に肺がんを経験してるんで、空気の悪さはどうしても気になります。景色は癒されるんですよ。でも交通量の多さと排気ガス、これは結構気になります。
このギャップはかなり大きかったです。そしてこの後、僕がこれで十分じゃんと思って選んだ安宿で、チャンさんが完全に無理ってなる出来事がありました。この時点で生活面だけ見るとウブドはかなり厳しい。暑さ、湿気、食事、渋滞、空気の悪さ。正直僕たちの中ではここに長く住むのは違うかもしれないという結論に近づいていました。ただここで終わらなかったのがウブドでした。その前にもう一つ、今回かなり大きな気づきになった宿の話をします。今回ウブドで自分の足で回りながらホテル探しをしてみました。僕たちが見てたのはここ数日泊まれるかじゃなくて、ここでしばらく生活できるかなっていうことでした。特にね、チャンさんにとって部屋の快適さはかなり大事です。チャンさんは基本インドア派なんで、どこの国に行っても部屋の中で過ごす時間がかなり長いんですよね。だから僕最近ちょっと思ったんです。チャンさんって部屋が快適なら意外とどこでも住めるんじゃないかって。いや、部屋は大事でしょ。まあそうなんですよね。僕は外に出て街を歩きたいタイプなんだけど、チャンさんはまず部屋でちゃんと休めるか、涼しいか、落ち着けるか、安心できるか、そこを大事にしてるよね。そうだね。でも部屋だけ良ければいいわけでもないんだよね。うん。周りにご飯屋さんがないとかカフェがないとか、ちょっと買い物できる場所がないっていうのは生活はしんどいよね。チャンさんにとっては部屋が大事。でも周りに何もないのも困る。このバランスが大事なんです。もうこうやって言うとさ、私ってめっちゃわがままだね。やっと気づいた。そこで今回僕が見つけてきたのが1泊1500円の安宿でした。雰囲気はいい。立地も悪くない。値段もかなり安い。僕は最初ここはコスパ最強かもと思って実際に2泊してみました。でもチャンさんには無理でした。理由は虫です。だってさ、シャワーは青空シャワーだったし、うん、シャワーを浴びようとしたらさ、大きめのカエルがいたりさ、部屋の中にさ、ゲジゲジが出るしさ、もう虫が部屋の中にこんなに出るのは無理だよ。これじゃ安心して過ごせない。これはチャンさんにはちょっと厳しかったね。厳しかった。僕は最初、まあ東南アジアだしこういうこともあるよねくらいに思ってました。私もね、虫にはね、慣れたつもりだったんだよ。だけどさ、今まで見てきた虫とはまた別の虫が出てきたでしょ。もうさ、ヤモリとかならいいんだよ。ガとかさ。だけどさ、カエルとかゲジゲジくんはちょっとさ、タイにはおらんかったからさ。まあ確かにな。しかも部屋の中だよ。ちょっとね、新たな敵を感じたな。はい。もうこの部屋ちょっとやだ。なんで？もうさ、ここ屋外シャワーじゃん。もうさ、扉開けた瞬間にさ、殿様ガエルいるしさ、もうゲジゲジはそこら中張ってたしさ、もう起きたらゴキブリ転がってるしさ、もうちょっと限界だな、虫が。まあ自然の中だからね。しょうがない。しょうがないのは分かってるんだけど、ごめんなさい、ちょっと耐えられなかったな。ちょっと限界。ホテルを変えたい。しょうがないな。ちょっとこの部屋さ、1泊1400円なんだけど、で割かしいいんだけど、そう、割かし綺麗なんだよね。ちょっと虫が多すぎるのとね、そまあ、湿気はすごいからう、ね。そうエアコンかけるとまず湿気の匂いがして、何時間かその湿気の匂いを嗅ぎながら、ああ嫌だなって思いながら、でもう慣れてくると気にならなくなるしでも一回外に出てまた戻ってくると、まあ、湿気ってなる。チャンさん限界みたいなんで違うホテル移ろうかな。安くてね、寝るだけだったらいいんだけどね。ちょっとごめんなさい、虫が探しちゃうもんね。もまあ、キャンプ場に来たと思えばいいんだけう、どな。そう。
はい、チャンさん限界みたいなんでごめんなさい。明日からホテル変わります。でも寝るだけだったら全然寝れます。まあそうだね。うん。スタッフの人も異常に親切だしね。非常に親切。可愛い猫もいるしね。うん。雰囲気はいいけど、雰囲気はいいんだけどな。そう、雰囲気はいいんだけどね、ごめんなさい、虫だけがね。で変わろうか。一泊1500円で立地も良くて雰囲気もいいなら全然ありじゃんって最初は思ってた。でも2泊して気づいちゃったんですよね。実は僕も別にめちゃくちゃ気持ちよくそこで過ごせてたかっていうとそういうわけじゃなかった。いけるんです。でも快適ではない。ここって結構大きな違いなんですよね。僕は節約が結構得意です。多少不便でも安ければいい。雰囲気が悪くなければいい。寝られればいい。そう思っていたところがありました。でもね、安く泊まれることと夫婦で心穏やかに過ごせることはまあ当たり前なんですけど違いました。一泊二泊なら経験として面白かったねで終わるんだけどね。でもさ、これが毎日の生活となると話は別。まあそうだよね。毎日虫が出てわちゃわちゃしてたらあなた安心して休めないもんね。もう心落ち着かないよ。そして実は僕自身も完全にはリラックスできてない。そうなの？そうだよ。カエルなんか大した問題じゃないわとか言いながら実は内心ビビってるからね。本当になんかめっちゃいいとこ見つけてきたんだってどうやってたじゃん。じゃあ場所はいいんだよ。場所はいいんだけど、カエルが怖くないかって言ったらもう大人になるとカエルって怖いよね。昔は大丈夫だったんだけどな。あ、そこれだといくら安くても僕たちにとっては住める場所ではないんだなぁと思いました。ファイヤーして物価の安い国で暮らすっていうと安く暮らせることばかり見がちなんだけど、僕たちが探しているのはただ安く暮らせる場所じゃなくて心穏やかに暮らせる場所なんですよね。ここは今回かなり大きな気づきでした。この時点で生活面ではかなり厳しい評価になっていました。でもこの後僕たちは一生忘れられないような体験をします。生活面では少し厳しいかなと思っていた時、散歩中に思いがけない出会いがありました。ホテルの近くを歩いてたらたまたま日本語学校の前を通って、そこの先生が日本語で声をかけてくれました。少しその時の様子をご覧ください。ちょうど散歩してたら日本語が見えたんで立ち寄ったら、日本語をここで学んで日本に実習生として送り出すための学校でした。日本語流暢に教えてくれました。わざわざお姉さんが。お姉さんありがとう。取りまかし。こんにちは。たまたま立ち寄ったら日本語の学んでいる実習生の方たちに会いました。今から日本語勉強中なんでよろしくお願いします。こちらこそありがとう。頑張ってください。こういう出会いがあると街の印象って一気に変わります。ただ観光してレストランに行ってホテルに帰るだけでは見えないものがある。現地の人と少し話せただけで、あ、この街いいなと思える瞬間があります。生活面ではね、正直厳しいなと思ってたんですけど、人とつながれると急にその街が好きになるんですよね。そうだね。バリの人はさ、もう本当に優しいなと思った。日本語でさ、話しかけてくれるのも嬉しいし、子供たちもすごく人懐っこかったね。そうだよね。現地の人と交流して人の優しさが伝わると、その街に対する安心感って一気に増えるよね。そうだね。そしてこの出会いが後で思わぬ体験につながっていきます。正直ここから先の出来事がなければ、僕たちのウブドの結論はただの住むのは厳しい場所だったかもしれません。でもウブドはここで終わりませんでした。生活面ではウブドに長く住むのは厳しいかもしれないと感じていた時、散歩中に出会った友達から地元のお祭りに誘ってもらいました。現地の人の家の中まで見せてもらって、衣装まで着せてもらえることになりました。普通の旅行ではなかなかできない体験です。
どんな暮らしをしてるんだろう、どんな文化があるんだろうという意味ですごくワクワクしました。ここからはその時の様子です。これは本当に貴重な体験でした。すごーい。入る前にこれは私入るからね。では小さいのお寺はまず家のお寺。1個あるんだ。村の中にまだあります。わかります？バリ島のお寺はまだあります。大きいの。これの名前も。家に1個お寺があるんだって。すごい。すっごね、すごい広くない？庭も庭。ハロー。デワさんの家にお邪魔してます。みんな着るの？みんな行くの？何にも持ってこず来ちゃった。今からお参りさせてもらいます。皆さん自分で持ってきたお供え物を家に持って帰ってます。乗った。お、すごいじゃん。もらいました。ヤクルト。ほらほらほら。ありがとう。ありがとう。すく様。すく様。ありがとう。普通の観光では現地の人の家の中まで見せてもらうことなんてなかなかありません。家の作り、生活の雰囲気、外から見てるだけではわからないものを見せてもらいました。これはね、バリの人たちはこうやって暮らしてるんだという驚きと同時に、宗教と一緒に生活してるっていう感じが本当に興味深かった。これすごいですよね。本当に家の中まで見せてもらってます。家の中にお寺がある。衣装も着せてもらって、ほんとちょっと申し訳ないくらいありがたいね。すごいね。こんな体験普通できないよね。本当にみんなすごく優しくて、衣装の着方も丁寧に教えてくれました。言葉が完璧に通じなくても、人の優しさって伝わるんだなと思いました。その後、地元のお祭りにも参加させてもらいました。観光客として外から見るバリではなく、少しだけ地元の人の暮らしの中に入れてもらったような感覚がありました。バリの文化ってただ建物が綺麗とか景色が良いとかだけじゃなくて、宗教が生活の中に深く根付いているんだなぁと感じました。いやー、チャンさはい。ん、これはすごい体験だったね。そうね、すごい貴重な体験をさせてもらったね。こういう体験をすると簡単にウブド無理って言えなくなるよね。これはただの旅行に行っただけじゃなかなかできない体験だったね。そうだよね。いや、いい体験だったよ。そうなんですよ。生活面だけ見たら厳しい。でも人と文化に触れると、この場所は簡単には嫌いになれない。むしろまた来たいって思える場所になったね。今回ウブドで2週間過ごしてみて、かなり気持ちが揺れました。前回はバリ島に着いた瞬間、人生後半はここで暮らすのもありかもと思いました。そして実際、ウブドの景色は本当に綺麗でした。親日だし、人も本当に優しかった。現地の人の家の中まで見せてもらって、お祭りにも参加させてもらって。でも、僕たち夫婦が長く住む場所として考えると、正直違いました。
心穏やかに暮らすにはウブドは少ししんどい。今回分かったのはやっぱり好きと住めるは違うということでした。ウブドはすごく良いところです。また来たいと思える場所です。でも住むとなると違いました。観光ならすっごくいいと思う。短期滞在もあり。でも長く住むって考えると私はちょっと厳しいかな。ただね、人の優しさとかお祭りに参加させてもらったことは一生忘れられないと思う。だから今回の結論は、ウブドは観光なら最高、短期滞在ならまた来たい。でも長期滞在は僕たち夫婦には違う。これが正直な本音です。ウブドが嫌いになったわけではありません。むしろめちゃめちゃ良いところでした。でも好きな場所と暮らせる場所は違う。安く暮らせる場所と心穏やかに暮らせる場所も違う。今回のウブドはそのことをかなり感じた滞在でした。これがバリヒンドゥーの文化に心底惚れた人ならまた違うかもしれません。皆さんは景色も人も最高だけど生活面が合わない場所に住めると思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。僕たちはこれからも夫婦で旅をしながら心穏やかに過ごせる場所を探していきます。いつか海外生活をしてみたい方、人生後半の生き方を考えている方はぜひチャンネル登録してこれからの旅も一緒に見届けてもらえると嬉しいです。以上、ノージョブ夫婦でした。今回の動画は以上です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。今回も動画を見てくださりありがとうございます。今後もリアルな移住生活を発信していきますので、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。